ビットコインはついに10万ドルの節目を割り込みそうな状況にあり、市場全体が大きく揺れています。ドージコインやリップルも不安定な動きを見せており、投資家の間では警戒感が高まっています。さらにアメリカでは仮想通貨の未来を左右する規制法案が上院で可決されました。これはただの価格変動以上に今後の市場のルールそのものが変わるかもしれない大きな動きと言えるでしょう。おはようございます。桜井です。この動画では今暗号資産投資家が絶対に押さえておくべきポイントを3つに絞って解説していきます。専門用語もできるだけ噛み砕いて初心者の方にもわかりやすくお届けしていきますので最後までぜひご覧ください。まず最初のテーマはビットコインの急落です。価格は6月22日時点でついに10万ドルの大台を割り込みそうで10万1532ドルぐらいまで下落しております。前日比で見るとおよそ 1.7% のマイナスとなっております。注目すべきは価格だけではなくボラティリティの急上昇です。実はこの6月22日という日はテクニカル的に重要な分岐点とされてきました。特に10万4463ドルから10万6133ドルのゾーンはチャート的に戻り高値のレジスタンスとなっていて、ここを上抜けられない限り下落の勢いが強まる可能性があると言われています。もしこのままサポートラインを割り込むような展開になれば、次に意識されるのは99,700ドルの水準です。このラインは直近の安値圏であり、心理的な節目にもなっています。投資家の間では、ここを守れるかっていうのが一つの試金石になると見られています。また、価格の動きに加えて、取引量の増加も大きな変化です。6月20日の時点で、バイナンス上のビットコイン取引高は前日比 40% 増となる350億ドル超を記録しています。これは短期トレーダーの参入やロスカットの増加、資金の一時的な逃避など様々な動きが重なった結果と考えられます。つまり、今のビットコインは単なる価格の上下ではなく、構造的な転換点に差し掛かっているとも言えます。この後、レンジを上抜けるのか、それとも心理的サポートを割って下落トレンドに入るのか、非常に重要な局面です。続いては、イーサリアムの動向についても見ていきます。ビットコインと同様に、イーサリアムもここ数日で大きく価格を下げています。6月21日時点では一時2270ドル台まで下落しました。前日には3650ドル近くまで上昇する場面もありましたが、そこからの落差は非常に大きく、短期間で強い調整が入った形となっております。ただ、イーサリアムには下落の中でも明るい材料があります。それが現物 ETF への資金流入です。最近では10億ドル規模の資金が流入していると報じられていて、これは機関投資家の関心が依然として高いことを示しています。つまり短期的な価格下落に対して長期視点ではむしろ買い場として見ている投資家がいるということになります。このギャップをどう捉えるかは個人投資家にとっても非常に重要な判断材料になってくると思います。ではここからは注目のアルトコインであるドージコインとリップルの動きを見ていきたいと思います。まずはドージコインです。価格は6月22日時点で 0.1531 ドルまで下落していて、過去24時間で約 5.7% のマイナスとなっています。テクニカル的には昨日もお伝えしましたが 0.17 ドル付近のレジスタンスラインで反落していて、チャート上では三角持ち合いのパターンが形成されています。このようなパターンが続いた後は大きな価格変動が起こりやすいとされていて 60% 規模の急変動が近づいているという見方も出ています。また、ここ48時間で約3800万ドル相当のドージコインが取引所から流出しているというデータもあります。これは長期保有者が買い増ししている可能性がある一方で、今のところは価格上昇にはつながっていない点には注意が必要です。
続いてはリップルです。XRP も同様に弱含みの展開で現在 2.04 ドル付近まで下落しています。特に注目されているのが利益確定売りの動きです。早期に投資していた大口投資家による空売りが活発化していて、1日あたり約6800万ドル分の XRP が市場に放出されているという報道もあります。しかし、その一方で、ポジティブなニュースもあります。アメリカの証券取引委員会 SEC による XRP の現物 ETF 承認の期待が高まっているという点です。一部では承認確率が 85% に達しているという見方も出ています。さらにリップル社は中央銀行との提携を拡大していることも報じられていて、国際送金などの実需ベースの需要が増しているという評価もあります。このように短期的には売り圧力が強いものの、中長期では成長を見込む声も根強い状況です。では最後に今回の暗号資産全体に影響を与えるかもしれないアメリカの規制法案可決のニュースを見ていきましょう。ここ数日お伝えしていますが、仮想通貨の未来に大きく影響を与える可能性のある法案がアメリカの上院で正式に可決されました。その法案の名前はジーニアス法案です。この法案はステーブルコインと呼ばれる価格が安定した仮想通貨に関する初の連邦レベルの規制枠組みとして注目されています。ステーブルコインはドルなどの法定通貨に価値を連動させた暗号資産で、送金や決済手段として多くのプロジェクトや取引所で使われています。代表的なものにテザーや USD コインなどがあります。これまでステーブルコインに関する規制は曖昧な部分が多かったのですが、ジーニアス法案の成立によって誰が発行できるのか、どのような準備金が必要なのか、こういったルールが明確化される見通しとなりました。このことが意味するのは仮想通貨市場がより公式な金融インフラに近づいているということになります。規制が入ることで一時的にネガティブに捉える場面もありますが、長期的には信頼性が高まる大手金融機関が参入しやすくなるといったポジティブな影響も期待されます。また、消費者保護の観点からも評価されていて、一般ユーザーが安心して暗号資産を扱える環境が整いつつあるという見方も出ています。このような動きはビットコインやイーサリアムといった主要銘柄だけではなく、アルトコイン全体や Web3 関連プロジェクトにも中長期的にプラスになる可能性があります。この法案で今後どのような流れになるのか注目していきましょう。はい。ということでいかがだったでしょうか。今日は暗号資産市場の最新ニュースの中から特に投資家の皆さんが知っておくべき4つの重要トピックをピックアップしてお届けしました。内容を振り返りますと、ビットコインは10万ドルの節目付近にいて、ボラティリティが急上昇しております。イーサリアムには下落局面の中でも ETF への資金流入という明るい材料が見られました。同時コインとリップルはそれぞれテクニカルな転換点とファンダメンタルの綱引き状態、そしてアメリカではステーブルコインに関する歴史的な規制法案が可決され、市場環境に変化の兆しが出ています。今の相場は価格だけを見ると不安が大きくなるタイミングかもしれませんが、その裏側で進んでいる制度整備や資金の流れに注目することでチャンスを見出せる可能性もあると思います。引き続き仮想通貨市場の動向を追っていきたいなと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせがあります。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。先日何本か説明動画を公開しています。まずはそちらをご覧になってください。今は AI の時代です。人間はどうしても主観が入ってしまいますが、AI はそれはありません。なので投資成績も上がるのではないかと思っています。僕も先日から始めました。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自
自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。